我流です。正確には私は我流さんではありませんが、我流さんがまたいつもの声が出ない状態ですので、代わりに合成音声の私がナレーションを担当させていただきます。ここのところ、自分でロットを作るというのがすごく楽しくて、折れたロットとか古いロットを組み合わせて2個1、3個1でロットを自作したり、ダイソーで売ってるロットを改造したりして楽しんでいます。始めた頃からしたらかなり上達したと自分では思っていますが、それでも上級ビルダーの方たちから見たらひどい作りらしく、コメントでお叱りを受けたりしています。少しずつ学んで上達すれば自分的には満足なのですが、出来上がったロットを眺めて自分でもひどいなぁと思うのがスレッドラッピングなんです。ガイドを固定するのがやっとで、装飾的な要素はゼロ、2色3色使ったラッピングもできませんし、ピンラインを入れることもできません。自分にとってラッピングはガイドを固定するだけのもので、今まではそれで良いと思っていたのですが、何本かロットの加工をしていくうちに、やはりピンラインや複数色でラッピングしたくなってきました。熟練した上級者の方々は手巻きで全てを完璧に美しく仕上げるわけですけど、僕の場合は手が不自由なので、手巻きで巻くのは管理ハードルが高い。なので、補助してくれる道具が必要となってきます。これはガイドメーカーの富士工業が販売している、ハンドラッパーというスレッド巻きの補助道具です。ここにスレッドを固定してテンションをかけてここに糸を通し、ロットを回転させながらスレッドを水平巻きする簡単な構造の道具です。Amazon で7570円。7570円ですか。失礼ながら100均を駆使すれば1000円以内で同じ機能のものを作れそうな気がしましたので、早速やってみたいと思います。まずは土台となる板です。45センチ ×20 センチ、厚さ9ミリ、ちょっと軽くて薄くて頼りないですが、これを使いましょう。これは私が所有している富士のブランクスタンドなんですが、台座部分はこれで代用できるでしょう。ダイソーのブックエンド、鉄製で1つ100円。これを2枚。ブランクを支える部分はコルクコースターで作ろうと思います。5枚入り100円。これはホームセンターで買いました。長さ75ミリ、直径5ミリの六角ボルトネジ。ワッシャーとか手巻きネジとか入れて300円しなかったと思います。ヒートン。これは家にあったものを使います。これは使うかどうかわかりませんが、ダイソーの強力マグネット、25枚入り100円。ブックエンドに100円、コルクコースター100円、マグネット100円、ボルトネジワッシャーが全部で300円弱、板が100円。材料は1000円どころか800円切ってますね。まずはブランクを支える両サイドの台座を作ります。この V 字の部分、これをコルクコースターで作りたいと思います。柔らかいのでブランクを傷めることはないと思いますが、1枚ではちょっと軟弱すぎるので2枚貼り合わせ。今回はダイソーのエポキシ接着剤を使ってしっかりと接着させます。V 字の切れ込みですが、角度や深さはブランクが収まって暴れなければ適当で良いと思います。とりあえず僕はオリジナルが手元にあるのでトレースしますね。カッターで何度かに分けてなぞると割と簡単に切れますが、とにかくコルクカスが結構出ます。粒子をまとめて圧縮したコルクだからしょうがないですね。このパーツをブックエンドに貼り付けます。こんな感じで。この部分が外れると結構な事故になりそうなので、ここもエポキシでしっかり貼り付けます。もしかしたら富士製のスタンドと併用することがあるかもしれないので、ブランクが収まる位置を合わせることにしました。
これで完成ではなく、このように Z 型にブックエンドを曲げています。富士製もこのように同じ折れ方をしているのですが、こう折り目を入れておくと直角のままよりは安定感が増します。というか直角のままだとこのようにすごく不安定です。鉄製ですので折り方は簡単で、まずはこのようにグイッと押し込んで曲げます。そして上部の折り目は机の角などを使ってグリッと曲げれば簡単にできます。次はボビンホルダーです。このようにワッシャー2枚、ボビンを挟んで上部にもワッシャー2枚、手巻きネジで留める。これでいけると思ってたんですが、残念ながら全くスムーズじゃない。これはダメですね。スムースなテンションをかけるためにはこのワッシャーの間にバネのようなものを挟む必要がありそうです。ここに収まるバネを探すのは面倒そうなので、クッションのようなものを挟んでみようと思います。これはダイソーのジョイントマットの端切れです。これを上下ワッシャーの間に挟んでみます。ワッシャークッションワッシャーボビンワッシャークッションワッシャーネジ。これでかなりスムーズになりました。板にボルトネジを通す直径5ミリの穴を開けます。場所は富士工業のハンドラッパーと同じような場所にしました。ボルトの穴が隠れるサイズの穴を開けてグルーガンで隙間を埋めます。ワッシャークッションワッシャーボビンワッシャークッションワッシャーネジ。非常にスムースで良い感じですが、ネジがワッシャーにつられて回ってますね。作業していくうちに自然とテンションが強くなります。これはまずいですね。とりあえずこれは後で解決するとして、ヒートンを手前センターに打ちます。ここに糸を通し、上部のブランクに巻きつける。しかしここでも問題が。テンションが強いと台座がこのように浮き上がっちゃいます。これはこの板をダイソーで手に取った時にこうなることがなんとなく想像できました。そこでこれを使いたいと思います。この磁石を両サイドに並べて接着剤で固定します。これで OK なはず。ブックエンドは鉄製なのでこのようにがっちり一体化します。しかもこのようにガイドが邪魔になるときにスライドして調整できます。天才か。さて、ワッシャーにつられてトップのネジがだんだん締まっていく問題。こんなものを作ってみました。ポリカーボネイトの超つがい。このように柔らかい素材です。これを両方のボルトに通し、
ネジを締める。こうすることでトップのネジがワッシャーの回転に干渉することなくテンションを一定に保ちます。天才か。しかも鉄製ではなく柔らかいポリカーボネイトなので、仮に片方だけの糸を変えるときでも両方のネジを外す必要がありません。天才か。試しにちょっと巻いてみましょう。巻きにくいメタル系のスレッドでガイドを巻いてみます。結構きれいに、しかも簡単に、しかも素早く巻けました。ハンドラッパーいいですね。すごく便利です。またロッド作りが楽しみになってきました。ではまた。